もども吉田です。白いボディに赤いアナログスティックがアクセントになっている RGB10S を手に入れました。見た目は個人的には結構好きで、画面とボディが巨大化してきている昨今の中華ゲーム機の中ではかなり小さめのサイズ感に感じます。ただ RGB10 のシェルを交換しただけじゃないかって気もしますがどうなのか検証します。ではこんな感じで見ていきたいと思います。では開封してみましょう。箱は真っ黒でシルバーなポーキ D ロゴが印刷されています。色は単色で空張りはありません。スペックは過去に販売されていた RGB10 や RG351P などと同様で、特筆して押す部分はありません。では開封していきます。内容物は説明書と充電データ転送用の USB-C。説明書はめちゃくちゃ軽い説明しか載っていませんが、一応日本語での記載もあり。デザインは好みがあるので良いとも悪いとも言えませんが、私はめちゃくちゃ良いと思います。上部両側にそれぞれファンクションキー、左にはアナログスティックと十字キー、右には ABXY ボタンとスタートボタンセレクトボタン。このなんとなくアンバランスなボタン配置、エンジ色っぽい色味のアナログスティックがアクセントになっていて非常に決まっています。好き、質感は過去最高かも。サラッサラなプラスチックで、これまでのポーキ D のような安っぽさを感じません。まあ期待してなかったせいでよく見えてしまうのかもしれませんが、結構頑張ってるなって感じます。でも RG351P と並べてみると、質感に限ってはやはりワンランク低く見えてしまうのも事実ではあります。あくまで並べるとの話ですけど。上側面には LR ボタンと ZLZR ボタンが縦に並んでいて、左から Wi-Fi スイッチ、USB-C、イヤホンジャック、充電用 USB-C、マイクロ SD スロット、リセットボタン、電源ボタンが並んでいます。ZLZR が縦に配置されているのは地味に好感を持てます。押し間違いにくいので、これが良いって人は案外多いのでは？あと地味に音量ボタンがないのは不満です。ボタンの組み合わせで音量調整ができるものの、ちょっと面倒くさいと感じてしまいます。サイズ感は非常に小さめで、アナログスティックでの操作がメインになるような感じ。サラサラ滑るボディなのでグリップ感はあまり良くありませんが、ここら辺は好みにもよりそうです。ボタンの押し心地に関してはこれまでのポーキ D 製品の中でピカイチです。ようやく改善されたか、と思いました。遊びが少なめでしっかりとした押し心地、長めのストロークでようやったって感じ。ちなみにボタン自体のサイズは小さめで、ビタよりも若干大きいかなくらいでアンバーニック製品と比べると小さめです。十字キーもボタンと同じような押し心地で良い感じです。アナログスティックはくぼんでいなくて、高さがかなりあるタイプです。初期 RG350 みたいな感じ。これに関しても好みによりそうですね。ファンクションキーやスタートセレクトボタンは固めの少しチープな感じ。ZLZR ボタンは非常に変わっていて、結構角度がついてストロークが長い、けど固めなボタンを押しているような感覚。トリガーボタンではないものの、限りなくトリガーボタンに近い押し心地です。大体の携帯ゲーム機は LR と同様なタクトスイッチ系のボタンを L2、R2 にも採用していることが多いので、これは斬新だなと感じました。画面解像度は 480×320 なので、GBA は良い感じにピクセルパーフェクトで表示できる液晶なんですが、やはり高解像度に慣れてしまっているのもあってか解像度がいまいちだなと感じてしまいます。これで 640×480 であれば他の RK3326 機種との差別化もできるので相当満足感はあったのではと思うんですが、あとラミネーションディスプレイでガラスと液晶の間に隙間がないのは良いものの、輝度が低い気がします。明るさを最大にしても RG351P や RK2020 より若干低い。個人的にはギンギンに明るくしてプレイしたいので、不満。寸法バランス的には RG351P よりも小さく薄く軽くて、ほぼ RK2020 と同じサイズ感です。何がそう感じさせるのか、RG351P よりもかなり小さくてコンパクトな端末に感じます。画面サイズは変わらないので、小さいのが好きな方は良いかもしれませんね。さて早速起動してみましょう。いつものように電源ボタンを長押しで起動することができます。採用されている OS は EMUREC をカスタムしたものなので、このようにロゴが表示されます。まあ、中華ゲーム機を使うのなんかほぼ健全な男の子でしょうから、別にええねんけどな。まあこのロゴが何のオマージュなのかよくわからねえんだけどな。で無事立ち上がるとこんな感じのメニュー画面が表示されるんですが、これデフォルトのカスタムテーマでこれもちょっとどうなのって感じです。まあそれはさておき、基本的には RGB10S 用にチューニングされたファームウェアなんですが、
使い勝手としては微妙、本当に実用性考えてるのかって思ってしまう完成度で、GBA で無駄にベゼルが表示されたり、中国語ばかりで読めない設定アプリ一覧だったりでそのまま使おうと思うとかなり微妙です。多分 RGB10 用のファームウェアとか MREC をそのまま使えると思うので、使い方や導入方法を分かっている人はカスタムファームウェアを導入することをお勧めします。そのまま使いたいって人のために、基本的な使い方やボタンの組み合わせによるショートカット等について記載しておきます。電源オン、これはまあ普通。電源オフはメニュー画面でスタートボタンを押して、一番下まで行くとシャットダウンがあるのでそちらから、電源ボタン長押しでも切ることはできますが、バグることがあるのでやめときましょう。ゲーム起動は好きなソフトを選んで A ボタンを押せば可能。ゲーム内でセレクトボタンと X ボタンを同時押しするとメニューが開きます。ここから中断セーブしたりゲーム終了したり設定変えたり色々できます。セレクトボタンと L ボタン同時押しで中断セーブ、セレクトボタンと R ボタンを同時押しで中断ロード、セレクトボタンと十字キー左右でステートセーブのデータを切り替えれます。終了する際はゲーム内メニューでクイットを押しましょう。音量調整はセレクトボタンと十字キー上下を同時押し、これはゲーム中に限ります。メニュー画面から変更する場合はこのようにサウンドセッティングから可能です。明るさはメニュー画面でスタートボタンを押して、システムセッティングからブライトネスで明るさ調整可能。あとついでにこの画面のランゲージから日本語に変更できます。とりあえず基本操作としてはこんな感じでしょうか。ぶっちゃけ全く期待していなかったので、思ったよりは良いなと感じたのはあります。何よりボタンの押し心地などはかなり許容範囲内というか、初めから全部これで作ってくれよと思ってしまうほどによくできています。しかし液晶が良くなさすぎる、どう考えても暗いんですよね。私みたいにギンギン明るい画面でくっきりパッキリとした表示で楽しみたい。ってわけでなければ問題ないと思うんですが、かなりそこを大事だと思っているのでやはり不満です。高解像度の端末に慣れてしまっているのはまあ否定できないんですが、こんなに色々とアップグレードされたものが出てきているのだからアップグレードさせておいて欲しかったなというのが本心です。まあでもデザインはすごい好き。RK3326 の端末、もしくは 480×320 の解像度の端末をまだ持っていなくて、RG351P よりもこっちの方がデザイン好きとかなら質感も結構良いのでおすすめできます。そんなニッチな端末でした。